こんにちは。日本語ニュアンス攻略へようこそ。このチャンネルでは実際の会話でよく使われる日本語の微妙なニュアンスをわかりやすくお届けします。今日はそうですねとそうなんですねの違いについてお話ししたいと思います。これらはどちらも普段の会話の中でよく使われますが、皆さんは使い分けできていますか？そうですねとそうなんですねはたった2文字な、んがあるかないかというだけなんですが、実は返事のニュアンスが大きく変わってしまいます。今日はその違いを楽しく学んでいきましょう。この違いを知っていると会話がもっとスムーズになるので、ぜひ最後までご覧ください。早速ですが、そうですねとそうなんですね。この2つどう違うと思いますか？具体的なシチュエーションを使って解説していきます。さくらさんとあおいさんの会話を聞いてみましょう。今日天気がいいですね。そうですね。散歩に行くにはちょうどいいですね。この場合、あおいさんはそうですねとさくらさんの意見に同意しています。相手と同じ気持ち、同じ意見を持っているときに使うのがそうですねです。一方、そうなんですねは相手の新しい情報を受け取ってそれを理解したときに使います。例えばこんな会話です。実は明日から旅行に行くんです。そうなんですね。楽しんできてください。ここでは葵さんがへえ、そうなんだという感じで新しい情報を受け取ったことを示しています。相手の話を聞いて初めて知る内容に対して使うのがそうなんですねです。まとめです。そうですねは同意や共感。そうなんですねは新しい情報を知った時の反応ということです。ちなみにここでは敬語での会話でしたが、これはカジュアルな会話、いわゆるタメ語になっても同じです。先ほどの例文をタメ語にしてみましょう。今日天気いいね。そうだね。散歩に行くにはちょうどいいね。実は明日から旅行に行くんだ。そうなんだ。楽しんできてね。このように、そうですねはそうだねに、そうなんですねはそうなんだねに変えれば OK です。次に、イントネーションの違いにも注目しましょう。日本語では同じ言葉でもイントネーションによって意味が微妙に変わります。そうですねとそうなんですねも例外ではありません。フラットなイントネーションでそうですねと言うと、ただ単に相手の意見に賛成しているニュアンスになります。今日会議が長かったですね。そうですね。ちょっと疲れましたね。この場合、葵さんはさくらさんの意見に無難に同意しています。一方、そうですねと少し間を空けて言うと、葵さんが考えながら話している感じになります。このプロジェクトどう進めたらいいと思いますか？そうですね。もっとリサーチが必要かもしれませんね。この場合、葵さんはさくらさんの質問に対して慎重に考えながら答えています。イントネーションと間の使い方で微妙なニュアンスが伝わるんです。ここまででそうですねとそうなんですねの違いが分かってきましたね。ではここで問題です。次の会話の場合、そうですねを使うべきか、そうなんですねを使うべきか、どちらが当てはまるでしょうか？一緒に考えてみてください。今度の週末映画を見に行こうと思ってるんです。回答例を見てみましょう。今度の週末映画を見に行こうと思ってるんです。そうなんですね。何の映画ですか？
この場合、葵さんが言うべきなのは、そうなんですね、です。さくらさんが映画の予定を新しく知らせてくれたので、新しい情報に対しての反応です。では次の問題です。次はどちらを使うべきでしょうか？今日のプレゼン、すごくうまくいきましたね。回答例を見てみましょう。今日のプレゼン、すごくうまくいきましたね。そうですね。みんなで頑張った甲斐がありましたね。ここでは葵さんはそうですねを使うべきです。同意や共感を示すためです。どうでしたか？皆さん正しく使い分けられましたか？今日はそうですねとそうなんですねの違いを学びました。たった2文字のな、んがあるかないかでこんなにもニュアンスが変わるのは驚きですよね。日常会話では相手の話の内容や状況に合わせて適切に使い分けることが大切です。これを意識するだけでより自然でスムーズな会話ができるようになりますよ。この動画が参考になったと思った方はぜひいいねとチャンネル登録をお願いします。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。